ということでスワンナプーム国際空港到着しました。で前回のね動画でもお話した通り、今から国内線に乗ってですね初めてサムイ島に行ってみようと思います。頻繁にタイは来るんですけど、あんまりね地方を攻めたことがなくて、とはいってもチェンマイとかプーケットとかシラチャー、バンセン、パタヤ、その辺は行ったことあるんですけど、サムイ島はね行ったことなかったんですよ。サムイ島といえばかなり高級リゾートなエリアだと思いますけど、島ですよね。ちょっと行ってみたいなと昔から思ってたんで、今回ちょっと行ってみようということで、特に高級ホテルがすごいね集中してる島ではあるんですけども、その点も含めてですねちょっといろいろ見ていこうかなと思います。で今からスワンナプームを出発する国内線のバンコクエアウェイズ、そちらの航空会社に乗ってサムイ島まで1時間ぐらいのフライトなんですけど、移動していきます。バンコクエアウェイズに関しては確か昔1回か2回乗ったことがあると思います。記憶にある中で話すと、スワンナプームバンコクから、ミャンマーのヤンゴンとかで確か JAL とねコードシェア便で綴りのね1枚のチケットでそれで移動したような記憶がありますけど、コロナ前ですね。プーケット以来のタイの高級リゾート地に行くのは、久しぶりなのでちょっとテンション上がっております。ちなみに今回ですね予約をビジネスクラスでしました。あんまりエコノミーとね値段の差がなかったっていうのは5000円ぐらい高かったんかな。大したことはないと思いますけど、今回一応それを抑えたんで、その様子もねお届けしたいと思います。バンコクエアウェイズのビジネスクラスは初めてです。朝からスワンナプーム結構混んでますよね。一応ドンムアン発もあるんですよ。ただね LCC が確かなくて、違ったらごめんなさい。ほぼバンコクエアウェイズしかないみたいな独占状態な行き先だったと思いますけど、こちらの D カウンターですね。バンコクエアウェイズタイ航空のチェックインカウンターの隣ぐらいかな。便数はねいろいろあると思うんで豊富なんですよね。今回こちらをプレミアプラスというところですね。初めてです。今スタッフの方に言われましたけど、1時間ぐらいのフライトでもちゃんと機内食出るみたいです。あとラウンジも行けるみたいで、バンコクエアウェイズって確か専用のラウンジありますよね。エコノミーの人でも入れる、そこなんかな、ちょっとよく分かんなかったんだけど、とりあえず保安検査して中入りましょう。ということで今セキュリティ抜けました。久しぶりですねタイの国内線。あと出発まで1時間ぐらいちょうどありますけど、つい最近ね国際線のターミナルではタバコが吸えるようになったんですけど、多分国内線は無理だろうな。久しぶりにリゾートっていうか南国の島に行くような感じですね。すごい楽しみ。寒いと本当行ってみたかったんですよね。とは言ってもタイなんでそんなにややこしいこともないですし、お店もいっぱいあって充実してると思いますけど、今セキュリティ抜けましたとか言ったけど抜けてないです。よく考えたらまだこの先にありますね。国内線は後でしたね。乗る前でしたね。プライオリティパスを使えばねコーラルラウンジとか、ミラクルラウンジとか、今これタイ航空の国内線のラウンジも入れるんですけど、ちょっと王道のバンコクエアウェイズラウンジ行ってみますか。ここですね。クマさんがいる。飲み物とか基本全部紙コップなんだ。じゃあ他の PP のラウンジの方が豪華ですね。こんな感じ。一応軽食はありますけど、さっきホテルで食べたんで飯は食べるのやめときます。10分ぐらい中にいたんですけど結構混んでまして、もちろんビジネスとか関係なくねエコノミーの人も入ってくるんでだいぶなんか盛り上がって騒がしかったんで、ちょっとやっぱり PP のラウンジ行きます。タイの PP で入れるラウンジは一番いいのはやっぱコーラルラウンジだと思うんですよね。今度 なぜかセントレアにできるらしいですけど、ここに行きましょう。コーラルラウンジ入りました。やっぱこっちの方が豪華ですね。食事は食べないんですけど、飲み物とかも充実してますね。すごい、こんな風にアイスクリームとかカクテル無料なんだ。今タイティーアイスクリームもらいました。やっぱりコーラルラウンジが一番いいですね。今も座っててマッサージどうですかっていう風に言われましたけど、待ちがあって1時間待ちらしいんでもう間に合わないんで今回断りましたけど、素晴らしい。ちょっとじゃあ炭酸水で、とりあえず男は黙って炭酸水でいきましょう。美味しい。タイでよく見るこのロックっていう瓶入りの炭酸水がすごい美味しいんですよ。飲みやすいというか炭酸強いんですけど柔らかい感じ、軟水な感じがすごいいいです。すいません、朝からアイスクリームもらっちゃいました。味も
結構ありましたね、いろんな種類が。ココナッツとか。ああ、これだ、これは美味しいですね。はい、これですね、タイティーアイスクリーム。これめっちゃ多分糖分高いですけど、これうまいわ。これは美味しい。濃厚ですね。ふわふわのアイスあんま好きじゃないんですけど、このハーゲンダッツみたいに硬くてこってり系で、しかもコーラルラウンジのロゴが入ってるから、実写オリジナルアイスとかそんな感じかな。 Thank you。 それでは登場10分前なんでゲートに行きます。この先が保安検査ですね。セキュリティチェック行きます。こちらの A の2番でサムイ島行きですね。いろんな航空会社と多分コードシェアの飛行機ですね。シンガポール航空とかカタールとか JAL もそうですよね。もう飛行機止まってますね。こちら320かな、エアバスの。それではセキュリティ抜けました。タイの国内線って水ダメなんでしたっけ？国内線だったらペットボトル OK だった気がするけど、今全部没収されちゃった。とりあえずこの後の予定をお話しすると、1時間ぐらいですぐ到着するので、着いたらすぐにホテルにね移動して、とりあえず荷物を置いたりとか、しに行こうと思います。で、サムイ島自体もそんなに大きくない島なんで、1日あれば1周できるぐらいな小さい島だと思いますんで、ただ今回はこのゆっくり過ごすために行こうと思っておりますので、あんまりアクティブにいろいろ動かない予定ではいます。いろいろ見ては回ると思いますけど、でとりあえずそんなにやることは考えてないんで、サムイ島でゆっくり過ごす、これが今回のテーマです。到着後今日から2日間泊まるホテルと最後1泊だけ違うホテルを用意してて、それはちょっとまた次回の動画でお届けすると思いますけどね、ラスト1泊の方は、やっぱり高級リゾートの島なんで、どれぐらい気合が入ってるのか、特にマリオットとかヒルトンもすごいね、その島の中にたくさんあるんですよ、ハイクラスのやつが。そうだからバンコクよりもサムイの方が全然いいっていう意見をたくさん聞いたんですよ、今までね、マリオット修行やってる時に。で実際に泊まられた方とかの意見を聞くと、安くはないんですけど全然サムイの方がいいと言っておりました。プーケットとかバンコクよりも。なのでちょっとそれも体験したいなと思っております。なんか音が鳴ったからびっくりしましたけど、アップグレードかと思ったけどもともと今ビジネスクラスだからありえないですよね。こちらですね、3の F 窓側ということで機内に入りましたけど、だいぶ古い感じの座席ではあるんですが、なんかやたら広く感じますね。この感覚はなんかしょぼいビジネスクラスよりもあるような気がする。気のせいかな。あと古いので席がふかふかですね。モニターとか一切ないけど1時間しか乗らないからね、贅沢すぎますよね。それでも多分ビジネスクラス満席だと思いますけど、機材はね320じゃなくて319、319でした。先ほども言いましたけど、このサムイ島に行く飛行機がほとんどねバンコクエアウェイズの独占状態みたいな感じだと思うんですよ。国際線で直行でどっかから来てるのはあったかもしれないですけど、国内線だとね多分ほぼほぼドンムア発でもスワンナプームでもバンコクエアウェイズじゃないかな。なんかエアージャとかあるんかな。なんか全然出てこなかったんですよね、調べても。そのせいかタイの国内線なのに料金がめっちゃ高かったんですよ。今回3万円ぐらいしてます。2万9000とかで、エコノミーも2万4000とかなって5000円ぐらいしか変わらなかったんですよね。今までの自分の感覚だと国内線だったらね、1万円を超えることはほぼなかったと思うので、タイ航空乗っても LCC 乗ってもなんですごい割高路線に感じましたけど、安い日もあるのかもしれないですけどね、ちょっと自分の調べ方が甘いかもしれないですけど、ちょっとまた詳しい人がいたらコメント欄で教えてください。今ウェルカムサービスでおしぼりをもらいました。それで今ウェルカムドリンクちゃんと来ましたね。国内線でもちゃんと出してくれるんだ。お酒はないみたいですけど、リンゴジュース、オレンジジュース、水、炭酸水、あとパイナップルジュース、なんか5、6種類言われましたけど、男は黙って炭酸水でいきます。Ladies and gentlemen, as safety is priority, may we have your full attention to cabin crew announcement and the safety demonstration, please.
passengers, we are ready for takeoff. それでは機内サービスが始まるみたいです。テーブルクロスが引かれました。機内食が出てきました。エビはあれなんですね、パッタイなんですね。であとフルーツとケーキ、結構量がありますね。でもあと30分ぐらいでもう着陸かな、着陸態勢入ったかな、今なりましたね。なんかね、はい、コーヒーとコーラですね。はい、急いで食べます。久しぶりにこのパッタイ食べましたけど美味しいですよ。あんまりこうもうタイに来てお店とかで注文しなくなりましたけどね。どちらかというとガパオとかそっちばっか頼むんですけど、久しぶりに食べると美味しいですね。量もちょうどいいかもしれない。熱々ですね。でこれチョコレートケーキですね。普通に美味しい。超甘いけど、はい、もう間もなく片付けが始まるらしいので、最後尾だと食べる時間全然ないですね。もう今着陸態勢に入ったのかな。結構揺れております。今雨雲の中入ってるっぽいですね。สมุยเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาขณะนี้คือ 10:54 นาทีกรุณานั่งประจำที่พร้อมทั้งนัดครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องはい、10時53分、寒いと着陸しました。結構ハードな強めな急ブレーキな着陸でワイルドでした。濡れてるからね、雨降ってるから多分そういう衝撃的な着陸をしたんだと思いますけど、機内から見た感じでめちゃくちゃ海綺麗でしたね。あと空港の真裏がビーチになってましたね。ちょっとあそこも行ってみたいですね。おー、すごい、こんなんで行くんだ。ハワイのコナ空港みたいですね。これはすごい面白い。こんな感じでオープンエアなんだね。
面白い。予想外こんな風になってんだ。荷物も速攻出てきました。さすがビジネスクラス。待ちゼロです。こちら到着フロアですか。すげえおしゃれだな。こんな感じになってると全然知らなかったですね。グラブも確か使えるはずですけどね。これで終わりなんだ。空港の中におしゃれなカフェもありますね。また後日ここに戻ってくるので空港はゆっくり見ましょうか。すごいですね。来てよかった。なんかアウトレットの中にいるみたいな感じですね。こんな整備されてるんだ。こちらが空港の喫煙所ですね。なんかもう喫煙所とは思えないぐらいのクオリティですね。屋根もついてて座るところもあって、これ全部そうですよ。広い。ということで空港タクシーを使うことにしました。というのもね、グラブでも調べて420バーツぐらいだったんですよ、ホテルまで。で空港タクシーが400バーツだったんで、あんま値段変わんないですね。多分短い距離なんですけど高いんですよ。この島は割高なんですけど、しょうがない、払っていきます。ということでホテルに到着しました。まだねお昼の11時半なんですけど、部屋に入れてくれるみたいです。これチャウエンというエリアの、繁華街とかがいっぱいあるところです。盛り上がってるところですね。そこのビーチ沿いの、ローカルホテルです。1泊1万2000円ぐらいで朝食付きで、部屋も結構広いということで、日本人のレビューの、ね、あれがすごい高評価だったんで選びました。なんかリニューアルしたばっかりのホテルです。チャウエンリゾート&スパホテルかな。すごい南国リゾート感あって久しぶりです。こういうとこ泊まるのいいですね。皆さんサムイ島に来たらね、バイクをレンタルされる人が多分多いと思うんですけど、ちょっと今日は借りないかもしれないですけど、だいたい250バーツとか200バーツぐらいで1日原付ぐらいだったら借りれますね。排気量が多いやつだと、それでも450とか500バーツなんでそんな高くないと思いますけど、250バーツ1000円あれば借りれますね。すいません、全部荷物も運んでくれるみたいです。こんな早くに来たのにありがたい。お、すげえいいですね。2階なんだね。ということで部屋に入りました。こんな感じです。ベッドがでかいのが1台と、すごい広いですね。でバルコニーでタバコは吸えるそうです。バルコニーめっちゃ広いね。ちょっと海はここから見えないですけど、灰皿もあって、はい、こんな感じですね。あとはお水とかだいたい何でもあるかな。でトイレとシャワーですね。はい、こんな感じになっております。ちょっとね下水臭いかな、そんな感じはする。はい、それではちょっと近くをブラブラ散策しに行きましょうか。すごい、もう部屋から歩いて1分ぐらいで海だ。プールバーもおしゃれですね。すごいものを見つけました。ビーチマッサージがあります。しかもさ、300バーツ、そんな高くないよ。このビーチでマッサージやってくれるんだよね。やってみたい。フットマッサージ90分。どれにしよう。フットマッサージあるね。300バーツ。着いて早々あれなんですが、天気も、ね、今まだ雨降ってないっていうことでビーチマッサージを受けてみようと思います。300バーツなら全然いいですよね。やばい、人生初のビーチマッサージ。最高じゃないですかこれ。やばい、最高すぎる。超幸せ。これハマりますね。めちゃくちゃ暑いわけじゃないから風が気持ちよくてすごいいいっすわ。それではちょっと街の方にブラブラ行って、で近くのショッピングモールセントラルサムイ、それもちょっと見に行きたいですね。ここがおそらく一番島で繁華街の場所ですね。マックとかもあるし、クラブも多いですよね。
ちょっと今日夜行ってみようかなとは思ってますけど、飲食店はもういっぱいありますね。何でもあるって感じ。これだけ充実してたらいいですね。マッサージのお店もあるし、やっぱりマッサージとかちょっとバンコクより50バーツから100バーツぐらい高いですね。さっきのビーチマッサージは300バーツでしたけど、これも商業施設かな。ちゃんとスタバとかもあるし、おしゃれなお店も多いですね。チェーン店もいっぱいある。ケンタッキーもあるね。なんかちょっとバリ島みたいですね。何でもあるって感じ。お店が綺麗だし、もうホテルの近くにこれだけあったら何にも困らないですね。富士レストランとかもあるし。着きました。セントラルサムイ、セントラルワールドの先端は親戚みたいな場所ですよね。ここもすごいな。ちょっとまだお昼食べてないんで、さっき機内食食べましたけど、ちょっとなんか食べましょうか。ハロウィン仕様になってますね。タイはクリスマスとかハロウィンとか大好きですよね。日本もそうだけど。すごいフードコート、この中に入ってる。これ最高だ。毎日ここに来て食べればいいや。すげえ、超綺麗。フードコートでちょっとだけご飯食べることにしました。ガパオですね。ちょっと高いですね。これで100バーツです。卵を乗せて、でコーラとお水つけて160バーツぐらいかな。とりあえずホテルの近くにこんだけのものがあれば上等じゃないですかね。また明日も多分食べに来るかも。いただきます。島なんでね、確かにバンコクよりかは高いけど、高いといっても50バーツとか100バーツぐらい、200円とか400円ぐらいなんで、やっぱガパオが一番うまいな。あとはお土産とか雑貨系がいっぱいありますね。こういうのは女性の方が楽しいかもしれないですね。中はこんな感じで何でもあるって感じですかね。暇だったらここに来れば解決しそう。あと雨降ってたらいいかもしれないですね。とりあえずちょっと適当にブラブラして飲み物とかお菓子とか買ってからホテルに戻ろうかな。これユニクロですね。このセントラルサムイの中にエルガウチョがありますね。これアソークとかにある高級なステーキ屋さんですけど、自分何度か視聴者の方に連れてってもらったことあるんですけど、サムイにあるんだね。サムイいいですね。はい、それで今からなんですけど、このホテルの、ビーチのちょっと先にですね、アークバーっていうちょっと変わったビーチクラブみたいなのがあるんですよね。クラブ好きな人だったらちょっとイメージがつくと思うんですけど、プールクラブみたいな。ちょっと体験したことないんで、はい、35歳で、こんな感じなんですけど、意外とクラブ好きなんで、ちょっと今から行ってみようかなと思います。それじゃあ夜のビーチライフというか、ビーチクラブ、楽しみですね。行ってみましょう。雰囲気が良さそうです。これは私が今宿泊してるホテルの方ですけど、ここではないです、行くところは。でもここもすごいね。めっちゃ雰囲気いいじゃないですか。すごい。このビーチ沿い、これ歩いて行くのも楽しいですね。お腹空いてきた。多分あれですね、だいぶ今潮が満ちてるんかな。すごいギリギリまで迫ってきますね。これです、これです。これすごいわ。チャラいね。クラブとビーチが一体化してるとこですよ。すげえ。これはすごい。すごい。ファイヤーダンス、ファイヤーショー。すごいすごい。今日土曜日の夜なんですけどね、あんま人いないですね。一応濡れてもいいように水着で来たんですけど、まだ早いんかな。寒いに来たらここに来るべきみたいなことをよく書いてあるんですけど、ナイトライフとしてはいいんじゃないですか。
はい、とりあえずちょっと食事頼みました。フィッシュ&チップスあったんで頼みました。380バーツ。まあでもここホテルなんですよね。違うホテルの中の食事で、まあこういうところっていうところで考えたらそこまで高くないんじゃないかなと思いますね。はい、あとまあサンドイッチがどうとかパスタとか、あとステーキとかもあるかな。ということで注文したフィッシュ&チップス、まあこれ軽く食べて今日これ晩ご飯にしましょう。ちょっとさっきよりも混んできました。お客さんたくさん増えてきましたね。まだちょっと来るの早かったですかね。9時以降ぐらいの方がいいのかもしれないですね。今8時ぐらいです。それで今 C 社を頼みまして来ました。これでね600バーツかな。はい、ホテルの敷地内の中にも結構お店がいろいろあってですね、めっちゃ綺麗なんですよ。マッサージのお店とかネイルのお店とかそういうのがいっぱいありますね。夜結構涼しいというか、まあそんな寒いわけじゃないですけどちょうどいい感じで素晴らしいですね。寒い島、名前は寒い島ですけど全然寒くない。いや楽しかったですね。この時間でもまだ海入ってる人いますね。これは楽しかったわ。来て正解。思い出に残りました。寒いと最高。おはようございます。翌朝になりました。今日は朝からずっと雨が降ってます。あと1泊寒い島で滞在できるので、まあ今日は雨でねちょっと1日ダメかもしれないんですけど、まだ明日あと1泊あるので今日はおとなしくしようかなと思います。はい、ちょっと雨が小降りになったんで今から朝ごはん食べに行きます。はい、こちらですね、プールバーのとこのレストラン会場かな。はい、朝食会場入りました。そんなになんか品数がいっぱいあるわけじゃないけど、ある程度いろいろありますね。朝ごはんこんな感じで持ってきました。まあ一般的な、まあ十分ですよね、こんだけあれば。ただちょっと野菜系はあんまなかったですね。火の通った野菜だけちょっと持ってきましたけど、サラダバーみたいなのありましたけどね、ちょっと心配だったんでやめました。ただこのロケーションは素晴らしいです。もうちょっとあっちの席座ればよかったな。海が目の前で食べることができます。今ちょうど雨が小降りなんでいい感じですね。いただきます。朝ごはんは普通に美味しいですよ。ただタイ料理はないな、あんまり。ほとんど洋食系の朝ごはんメニューって感じでした。泊まってる人が欧米人が多いからね。すごいね、今雷も鳴ってるんですけど、多分今日は一日ね天気予報見ても雨だったんで出かけれないでしょう。タクシーとかで行けばいいけど、今日はおとなしくしようかなと思っております。すごい嵐になってきました。やばい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 、竜巻みたいになってる。いきなり台風みたいになってしまいました。あれからだいぶ時間が経って今お昼前ぐらいなんですけど、まだ雨止んでおりません。本当は今日はオプショナルツアーっていうのを申し込んでて、この島にね滝があるんですよ。とか、あとまあジャングルみたいなところがあって、そこをね半日朝から連れてってもらうやつを予約してたんですけども、4000円ぐらいだったかな。それもキャンセルというか、もう天気でダメになってしまって、返金はあったんですけどね。なんでもうとりあえず今日はもうホテルでおとなしくというか、まあ作業したりして、過ごそうと思います。それで今回私が寒い島に来た目的っていうのが、一番の目的は次回の動画でお届けしますが、この寒い島にあるリッツ・カールトンを予約しております。しかも、リッツ・カールトンのオールインクルーシブプランなんですよ。で、それがね、10万円を切っておりました。まあ普通に考えてね、1泊10万高いんですが、リッツ・カールトンでオールインクルーシブで9万円台。これやばいなと思って、リッツ・カールトンのオールインクルーシブってすごくないですか？中のね、レストランの食事も、スパも全部ね、食べ放題、飲み放題、やり放題なんですよ。で、全室スイートで、
で、そういったようなね、ホテルが、このサムイ島にはうじゃうじゃあります。ヒルトンのコンラッドとか、他にもマリオット系いろんなホテルもあったりするんですけど、ちょっとそれをね、サムイ島に来たら一回は体験しといた方がいいかなと思ったのと、結構穴場なんじゃないかなと思いまして、リッツカールトンそもそも一泊するのに、日本だったらね、京都とか大阪、東京、沖縄いろいろあると思いますけど、10万は超えてきますよね。普通に泊まっただけでも。安い日だったらちょっと切ってくるかもしれませんが、今回の動画はね、バンコクからバンコクエアウェイズを使ってサムイ島に来てちょっと滞在したところで一旦区切りまして、次回その様子をお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。